NVC の4段階プロセスを手に取り、心のモヤモヤを解きほぐし、共感と調和が息づく対話へと導く旅路を、実際のエピソードとともに紐解いていく。リラックスした気持ちで耳を傾ければ、日常のさまざまな場面ですぐに活かせるはずだ。まずは NVC とは何か、簡潔に振り返ろう。NVC は感情と欲求を土台にした共感対話技術で、相手を責めずに自分の本音を伝えることを目としている。医療現場やビジネス、コーチング、家庭の日常まで、幅広い領域で活用例が報告されている。その核となるのは観察、感情、ニーズ、リクエストという4つのステップだ。この4つを順に踏むことで、対立は対話へと変容する。最初のステップ、観察について考えてみよう。観察とは評価や判断を加えず、事実だけを客観に捉えることだ。例えば職場で同僚が資料を提出し忘れたとき、いつも遅れるからだ、と思い込むのではなく、今日、資料が提出されていない、という事実だけを認める。このように純粋な事実に焦点を当てると、次の感情への橋渡しが自然になる。続く、感情の段階では、観察した事実に対して自分が抱いた感情を正直に言語化する。先ほどの例なら、資料がないと仕事が進まず、焦りと不安を感じる、と表現する。感情に名前をつけて呼び出すことで自己共感が深まり、相手に対しても同様に感情を探る姿勢が自然に芽生える。3番目は、ニーズ。感情の背後にある根本な欲求や必要を見つけ出す作業だ。焦りや不安の裏には、仕事を円滑に進めたい、チーム全体の成果を守りたい、というニーズが潜んでいる。ニーズは安全、つながり、尊重、自立といった人間の普遍欲求に分類でき、自分のニーズを明確にすると、相手に何を求めているのかがクリアになる。最後の、リクエストは、具体で実行可能な行動提案だ。次回の会議で資料の締め切りを前日に確認してもらえる。といった形で、曖昧さを排除し、相手が自由に答えられる選択肢を提示する。リクエストは相手の自主性を尊重しつつ、自分のニーズを満たすための橋渡しとなる。ここまでで NVC の4段階が頭に入ってきたはずだ。次は、このプロセスが実際にどのように機能するのか、具体なケーススタディで見てみよう。職場での対立解消例。IT 企業のデザイン部と開発部が新しいユーザーインターフェースの実装方針で衝突した。デザイナーの山田さんは、ユーザー体験を最優先したい、と主張し、エンジニアの鈴木さんは、コードの保守性を高めたい、と反論した。NVC を用いると、まず観察として、山田さんは、ユーザー体験が損なわれる、と言い、鈴木さんは、コードが複雑になる、と指摘した、と事実だけを述べる。次に感情の共有として、山田さんは、不安を、鈴木さんは、焦りを認めた。その裏にあるニーズは、山田さんが、創造性の発揮と利用者の満足を、鈴木さんが、安定性と効率な開発を求めていることだ。最後にリクエストとして、プロトタイプを作成し、ユーザーテストで双方の懸念を検証しようという具体策を提示した結果、両者は感情とニーズを共有し、共同な解決策に合意できた。上司と部下のコミュニケーション改善例。製造業の工場で、部下の田中さんは指示が曖昧で仕事が進まないと不満を抱き、上司の佐藤さんは報告が遅れることに苛立ちを感じていた。観察の段階で、指示が具体でなく、報告が遅れているという事実を明示し、感情の段階で田中さんは無力感、佐藤さんは不信感を表現した。ニーズは田中さんが明確な指示と優先順位、佐藤さんが進捗の透明性と信頼を求めていることが判明した。リクエストとして毎週10分の進捗共有ミーティングを設け、指示内容を書面化しようと具体な行動計画を提示した結果、報告遅延は大幅に減少し、チーム全体の信頼関係が向上した。夫婦間の家事分担調整例。
共働きの夫婦、妻の井上さんは家事が偏っていると感じ、夫の松本さんは仕事の疲労で負担が大きいと主張した。監察では、週末に掃除を頼んでも実行されないと事実を述べ、感情では妻が孤独感、夫が罪悪感を認めた。ニーズは、妻が公平な分担と協力、夫が休息と理解を求めていることが明らかになった。リクエストとして、平日は妻が担当し、週末に夫が掃除を担当する。また、感謝の言葉を互いに伝えるという具体策を合意し、1ヶ月後、夫のモチベーションが上がり、家事に対する不満は大幅に減少した。親子の進路選択対話例。高校3年生の息子、健太君は文系大学への進学を希望し、父親の浩二さんは理系の安定性を重視して反対した。観察として、浩二さんは理系が就職に有利と繰り返し、健太君は文系が好きだと主張したと事実を整理。感情の段階で、健太君は無視されているという怒り、浩二さんは将来への不安という恐れを表現した。ニーズは、健太君が自分の興味を追求したい、浩二さんが息子の経済自立と幸福を求めていることが判明した。リクエストとして、文系でも就職に強い学科を選び、1年間の猶予期間を設けて成績で評価するという妥協案を提示し、双方が納得できる道筋を描いた。教育現場での教師と生徒の対話例。中学校の教師、山本先生は授業中の私語が頻繁に起こることに困り、生徒の一郎君は友達との会話が楽しいと主張した。観察では、授業中に私語が続くと事実を述べ、感情では山本先生が失望、一郎君が怒りを認めた。ニーズは、山本先生が授業の質と公平性、一郎君が仲間との交流を求めていることがわかる。リクエストとして、授業中は私語を控え、休み時間に話す時間を確保しよう。また、一郎君の積極な発言を評価すると具体な行動を提案。結果として私語は大幅に減少し、クラス全体の雰囲気が改善した。医療現場での患者と看護師の対話例。病棟で痛み止めの効果が薄いと訴える患者、奈緒さんは看護師の小林さんに、薬が効かないと不満を示した。小林さんは、医師の指示通りしか出せないと説明した。観察では、奈緒さんは薬が効かないと訴え、小林さんは医師の指示に従うと事実を整理。感情の段階で、奈緒さんは絶望、小林さんは無力感を表現した。ニーズは、奈緒さんが痛みの緩和と理解、小林さんが患者の安心と医療ルールの遵守を求めていることが明らかになった。リクエストとして、医師に薬の調整を相談し、具体な痛みの程度を伝える。また、代替なリラクゼーション法を提案するという具体策を提示し、結果として痛みが軽減し、信頼関係が深まった。医療チーム内の対立解消例。手術室で麻酔科医の田村先生と外科医の長谷川先生が手術の進行速度について対立した。観察では、麻酔科医は患者のバイタルが低下していると警告し、外科医は手術を急ぐべきだと主張したと事実を述べ、感情ではそれぞれ不安と焦りを認めた。ニーズは、麻酔科医が患者の安全、外科医が手術の完遂を求めていることが判明した。リクエストとして5分間の休憩を取り、状態を再評価した上で方針を決定しようと具体な手順を合意。結果として患者は安定し、手術は無事に完。チーム全体の連携が強化された。以上の実例からわかるように、観察、感情、ニーズ、リクエストの4段階は感情と欲求を可視化し、具体な行動提案へと導く強力な枠組みだ。特に重要なのは感情とニーズを分離して扱う点だ。感情は一時な反応であり、ニーズは永続な欲求である。
感情に流されると攻撃な言葉に陥りやすくなるが、ニーズに焦点を当てれば対話は建設な方向へ転換する。しかし NVC にも課題はある。文化背景によって感情表出の仕方が異なるため、日本のように感情を抑える傾向が強い社会では感情を言語化すること自体がハードルになることがある。また権力構造が強く働く組織では、リクエストが形式に受け止められ、実際の行動変容につながりにくいケースも報告されている。さらにデジタルコミュニケーションの普及に伴い、テキストだけでは非言語サインが欠如し、観察や感情の共有が難しくなる場面が増えている。こうした課題に対処する戦略として、まずは具体性と可視化を徹底する。リクエストは必ず行動単位で明示し、相手が自由に答えられる選択肢を提供する。またオンライン上では絵文字や音声メッセージを併用し、感情のニュアンスを補完する工夫が有効だ。さらに組織内研修ではロールプレイを通じ、権力関係がある場面でも NVC を適用できるシナリオを体験させる。未来のコミュニケーション戦略として AI 技術との融合が期待されている。 AI が生成する情報は高度に圧縮され、人間が直接理解しにくいことがある。そこで AI の出力を NVC のフォーマットに合わせて観察、感情、ニーズ、リクエストの形で提示させることで、AI と人間の対話を共感に構築できる。具体には AI が提案する解決策をまず観察として記述し、そこから想定される感情とニーズを抽出し、最終に人間が受け入れやすいリクエストへと変換する。このプロセスは集合値を活用したリアルタイムの共感再評価とも相性が良く、オンラインプラットフォーム上で多数の参加者が AI の提案を評価、修正することで、より人間中心の解決策が生まれる。さらに 6G 時代には情報共有速度が飛躍に向上し、集合値がリアルタイムで結集できる環境が整う。スティグマティック型の情報電波モデルを取り入れたシステムは個々の行動が全体に波及する様子を可視化し、NVC のリクエストが組織全体に迅速に反映される仕組みを実現する。これにより個人の感情とニーズが即座に全員に共有され、共感な意思決定が可能になるのだ。最後に NVC を日常に根付かせるロードマップを紹介しよう。第1段階は、観察力の養成。毎日の出来事をジャーナルに書き留め、評価後を排除した事実だけを記録する。第2段階は、感情ラベリング。自分が感じた感情を五感に例えて言語化し、感情カードを作成する。第3段階は、ニーズの掘り下げ。自分と相手の根本欲求を一覧化し、共通点と相違点を見つけ出す。第4段階は、リクエストの実践。具体な行動提案を日常の会話に組み込み、相手の自主性を尊重しながら自分のニーズを満たす方法を試す。これらの段階を順に踏むことで、NVC は習慣化し、対話の質は徐々に高まっていくだろう。このプロセスを身につければ、職場の衝突も家庭の摩擦も、感情と欲求を可視化した上で建設に解決できる。NVC は単なるテクニックではなく、相手と自分を尊重し合う新たな対話のあり方そのものなのだ。3段階目は、ニーズマッピングです。ここでは、自分の心の中で渦巻いている感情と深く結びついた根本な欲求を一つ一つ書き出し、どれが自分にとって本当に大切なのか、優先順位をつけていきます。そして第4段階、それがリクエストの実践です。相手に対して、具体で分かりやすい行動を提案します。大切なのは、相手の自由な意思を尊重し、そこから返ってくるフィードバックをありのままに受け取ることです。これらの段階を何度も繰り返していくことで、脳の前頭前野と扁桃体の連携が強まり、感情をコントロールする能力が自然と高まっていくようになります。これは神経科学の研究でも示唆されていることです。まとめると、NVC は単なる会話のテクニックではありません。自分の感情と欲求を再構築し、脳の可塑性を促すための真理なツールなのです。観察からリクエストまでの4つのステップを習慣にすれば、職場の対立や家庭での摩擦、教育現場の悩み、
そして医療現場の緊張感といったあらゆる場面で相手との距離を縮め、共感に基づいた解決へと導くことができます。ぜひ今日の内容を心に刻み、次の対話の場で試してみてください。皆さんの人生がより豊かで調和の取れたものになることを願っています。さらに NVC を生活の隅々にまで根付かせるためには、単にやり方を覚えるだけでなく、社会の仕組みや文化な背景との関わりを意識したアプローチが欠かせません。ここからは歴史な文脈、教育分野での導入例、企業組織での変革プロセス、そしてテクノロジーとの融合という4つの視点から具体な実践の指針をお話しします。まずは歴史な起源と哲学な背景についてです。NVC の考え方は20世紀前半に欧米で生まれた非暴力コミュニケーションの思想から始まりましたが、その根底には古代東洋の儒教な対話観や仏教の慈悲の実践が静かに流れています。特に中国の春秋戦国時代に説かれた和紙か不動という考え方は、お互いの違いを認めながらも調和を追い求める姿勢であり、NVC の4段階の構造と驚くほど似ています。日本においても、江戸時代の論語読本や、明治以降の精神科医療における患者中心の対話手法の中で、感情と欲求を切り離して考えるという革新な概念が、すでに先取りされていたと評価されています。こうした歴史な土壌を知ることで、NVC が単に西洋から輸入された道具ではなく、東洋と西洋の知恵が交差する、不変な対話のモデルであることがわかります。次に、教育現場での実装事例を見ていきましょう。一つ目は、東京都内の公立小学校 A 校で行われた感情カードプログラムです。ここでは学年ごとに感情カードを配り、毎朝の朝会で、今日の観察、感情、ニーズ、リクエストを全員で共有する時間を設けました。先生は子どもたちの発言を丁寧に記録し、感情のラベル付けが正確かどうかをフィードバックすることで、子どもたちが自分自身の内面をより深く認識できるようサポートしました。実施から半年後のアンケートでは、いじめの報告件数が前年より3割も減り、クラス全体の協力し合う意識が目に見えて高まったと報告されています。2つ目は、大阪府の私立高校 B 校での進路指導におけるニーズマッピングです。進路を選ぶ際、生徒たちは将来のニーズマッピングシートを使い、自分が本当に何を求めているのかを可視化します。シートには、学びたいことや働き方の希望、理想の生活スタイルといった項目が並んでいます。カウンセラーは、観察と感情の段階を通じて生徒が抱える不安や期待を丁寧に引き出し、最終に具体な進路プランというリクエストへと導きます。この手法を取り入れたことで、志望校を変更する割合が従来の2倍に達し、中退する生徒の割合も大幅に低下しました。続いて、企業組織での変革プロジェクトについてです。多国籍 IT 企業水社では、欧州本部とアジア支社の間で頻繁に起きていた意思疎通のズレを解消するため、NVC を核にしたリーダーシップ研修を導入しました。4日間にわたる研修では、観察を客観に行う演習、感情を身体で表現するワーク、ニーズの優先順位を決めるゲーム、そしてリクエストのロールプレイという流れで学びを深めました。研修後の360度評価では、マネージャーの共感スコアが平均で2ポイント上昇し、プロジェクトの遅延率が 15% 削減されるという結果が出ました。また、製造業の D 工場では、安全文化の改革に取り組みました。過去に作業ミスによる労働災害が相次ぎ、現場の信頼関係が崩れていたため、安全委員会は自己報告の際に必ず、観察、感情、ニーズ、リクエストのテンプレートを使うことを義務付けました。作業員は、自分の失敗を感情に責めるのではなく、その背後にある安全装置の不足や情報共有の欠如というニーズを明確にし、改善策としての具体なリクエストを提出します。このプロセスが定着したことで、年間の事故件数は半分に減り、従業員満足度調査でも安全への信頼感が大きく向上しました。そして、
テクノロジーとの融合と未来の姿についてです。最新の自然言語処理技術を積んだ AI チャットボット E は、ユーザーが入力した文章を瞬時に観察、感情、ニーズ、リクエストの4要素に分解し、レポートとして提示してくれます。例えば、社員が、最近残業が増えて体調が悪い、と送信すると、ボットは、観察は残業の増加、感情は疲労と不安、ニーズは健康の維持、リクエストは勤務時間の見直し、と要約し、上司への提案文を自動で作成します。この機能は、リモートワークが当たり前になった企業で特に有効であり、コミュニケーションのロスを防ぐ新しいインフラとして注目されています。また、東京大学のヒューマンインタラクション研究室では、VR 空間で NVC の4段階を体験できるシミュレーションを開発しました。参加者は仮想の会議室で、アバター同士が技と感情に対立するシナリオを演じます。その場で音声認識システムが観察と感情を解析し、画面上にニーズとリクエストの候補を表示します。実証実験の結果、従来の座学形式の研修よりも記憶の保持率が4割以上向上し、実際の仕事での適用率も高まったことが確認されました。さらに、6G ネットワークが実装されつつある地域では、データ伝送速度が秒単位で数テラビットに達し、リアルタイムで全員の感情やニーズを共有することが可能になります。これを活用した共感型意思決定プラットフォーム F では、参加者が観察情報を入力すると、即座に全体の感情分布とニーズマップが作られ、最適なリクエストがアルゴリズムによって提案されます。自治体の危機管理会議で試験に運用されたところ、災害対応策の合意形成にかかる時間が従来の半分以下になり、住民の納得度も大幅に向上したと報告されています。ここからは、実践なロードマップの拡張版についてお話しします。ステップ5は、メタ認知の統合です。観察、感情、ニーズ、リクエストを繰り返す中で、自分の思考パターンや価値観を客観に眺めるメタ認知能力が養われます。具体には、毎晩寝る前に、今日の対話で最も強く感じた感情は何か、それが起きた背景にある自分の信念は何かを短く記録し、週末にまとめて振り返る習慣を取り入れます。神経科学の研究では、こうしたメタ認知の訓練が前頭前皮質の活動を持続に高め、ストレスへの耐性を向上させることが示唆されています。ステップ6は、共同創造の場としてのファシリテーションです。個人の実践が身についたら、次はグループレベルでの進行役に挑戦します。ファシリテーターは、会議の始まりに全員で観察を共有し、感情を簡潔に伝える感情チェックインの時間を設けます。その後、ニーズをホワイトボードに書き出してマッピングし、重なっている部分や対立している部分を視覚化します。最後に、それぞれのニーズに対する具体なリクエストを出し合い、投票で優先順位を決めます。このサイクルを定期に回すことで、組織の中にある暗黙の解が言葉になり、意思決定の透明性が飛躍に高まります。ステップ7は、評価とフィードバックの循環です。NVC の効果測定は、数字で測る定量指標と、内容で測る定性指標の2層構造で行います。定量な指標としては、対話後のストレス自己評価スコアや、合意に至るまでの時間、問題の再発率などの変化を数値化します。定性な指標は、参加者が感じる共感感覚の変化や、自分ならできるという自己効力感の向上を、インタビュー形式で集めます。これらのデータを月次レポートとして全員で共有し、次回の対話プロセスに反映させることで、継続に改善していくサイクルが完成します。次に、国際な展開と文化な適応についてです。NVC は欧米圏で多くの成功例がありますが、アジア諸国では感情を出すことを抑える傾向があるため、それが課題となっていました。そこで、文化な適応策として、感情の色彩化という手法が導入されています。日本独自の表現としては、季節の花や和歌の情景を使って感情を象徴に伝えることで、言葉にするハードルを下げる方法があります。例えば、
桜の花が散るように胸が締め付けられるという比喩は、悲しみや切なさを柔らかく伝える手段として有効です。こうしたローカライズは、海外のパートナー企業との共同プロジェクトでも好評で、異文化間の壁を低くするための鍵となっています。結びに寄せて、NVC は単なる対話のテクニックにとまらず、人間の認知、情動、行動を統合に作り直す包括なフレームワークです。観察からリクエストまでの4段階を日常に浸透させることで、個人の内側の調和が外側の人間関係へと広がり、組織や社会全体の健全性が高まります。ここで紹介した歴史背景、教育や医療、企業での実践例、そして AI、VR、6G といった先端技術との融合は、すべてが互いに補い合うエコシステムを形作っています。今後は、地域コミュニティや行政サービスに NVC を組み込む公共政策の検討が求められます。市民参加型の予算策定会議や防災訓練において、観察、感情、ニーズ、リクエストのプロトコルを標準化すれば、住民の声が直接政策に反映されやすくなり、民主なプロセスの進化につながるでしょう。最後に、皆さんがここで得た洞察を、家庭の食卓や職場の会議室、オンラインの掲示板、そして自分が関わる地域社会のあらゆる場面で実践していただくことを心から願っています。NVC は、あなたの一言一言が世界を少しずつ優しく変える力になることを証明し続けています。共に、思いやりと創造性に満ちた対話の未来を築いていきましょう。そして、第8章として、教育現場への具体な導入例をさらに深掘りします。一つは、北海道札幌市の公立小学校で行われている感情リテラシー授業です。2022年度から NVC の4段階をベースにした授業を週に1回実施しています。授業は観察、感情、ニーズ、リクエストの順序で進み、子どもたちは自分の体験を短い紙芝居にまとめてクラス全員で共有します。特に注目すべきは、季節の花や動物の絵カードを使った感情の色彩化手法です。例えば、怒りを表現する際に、赤いトウモロコシが割れる音といった比喩を選ばせることで、抽象な感情を具体なイメージに置き換え、言葉にするハードルを低くしました。この取り組みの効果は、学校の年末に行われたアンケートの中には、友達と喧嘩をした時に相手の立場を考えることができたという答えが、前年と比べて3割も増えていました。先生方がつけた記録を見ると、同級生愛の試しの訴え件数が半分になり、クラス全体の和合がぐっと良くなったという評価がなされていました。子どもたちがそっと手をつなぎ直していく様子が、そこにはっきりと浮かび上がっていたのです。東京芸術大学の人間科学部では、卒業制作の発表会前に必須科目として NVC ワークショップが行われています。学生は自分の作品に対する批評を受ける際、まず観察のフェーズで具体的な指摘書庫を列挙します。次に感情のフェーズでその指摘が引き起こす心の動きを言語化にします。その後、ニーズのフェーズで自分が求める助言の形態を明確にし、最後にリクエストフェーズで具体的な改善案や支援を提示します。このプロセスを通じて、本来の一方的な批評から双方向的な競争へ対話の質が変貌しました。参加生徒のうち、作品完成度が自己評価で2段階上がったと答えた者は70割以上に上り、教員側も学生の自己表現欲が顕著に高まったと報告しています。医療現場での応用と実証について見てみましょう。京都府の総合病院では、慢性腰痛を抱える患者に対し NVC を組み込んだ対話モデルを試験的に導入しました。診察室に設置されたタブレット端末に、患者自身が観察項目としていた身の部位置や時間帯を入力し、続いて感情欄に不安や苛立ちを自由記述します。ニーズ欄では、痛み緩和だけでなく生活の質向上に必要な支援を列挙し、リクエスト欄で具体的な治療計画やりはビルの要望を提示します。この方式により、医師は患者の主観的経験を客観的データとして把握でき、治療方針の合意形成が迅速化しました。
実証期間中の統計では、診療後の患者満足度スコアが平均で2点上昇し、再来院率が 15% 下したと報告されています。福岡県の精神科クリニックでは、チームミーティングの冒頭に感情チェックインタイムを設定し、スタッフ全員がその日の業務上のストレスや喜びを簡潔に共有します。その後、ケースごとに NVC の4段階を適用し、患者の背景にある未充足ニーズを洗い出すことで、治療計画の微調整を行います。このプロセスを半年継続した結果、チー内のコミュニケーション障壁が大部定に減少し、患者の退院後フォローアップでの再発率が 10% 削減されたと分析されています。さらに、スタッフのバーンアウトインデモ化し、職場環境の持続化の有勢が向上したと評価されています。次に、地方自治体における公共政策への組み込みを見ていきます。長野県松本市では、毎年開催される住民参加型予算策定会議に NVC を導入しました。会議開始時に全参加者がスマートフォンアプリを通して観察情報を、例えば道路の凹凸や公園の利用状況などをリアルタイムで投稿し、続いて感情を選んでそれに対する不満や期待を記入します。集計されたデータは大型ディスプレイに可視化され、ニーズマップとして提示されます。その後、参加者はリクエストフェーズで具体的な予算要求を提案し、投票システムでいう順々を決定します。このプロセスにより、本来の議論中心の会議に比べて意思決定までの時間が半減し、住民の納得度が大部定に向上したと市の報告書は述べています。熊本県の自治体は、防災訓練に NVC を組み込んだシナリオ作成を行いました。住民は災害発生時に想定される観察事項、例えば避難経路の遮断や電力供給停止などを共有し、そこから生じる感情、恐怖や焦燥などを表現します。次に、被災者が必要とするニーズ、安全な避難場所や情報提供、心理的支援などを洗い出し、最終的に行政則が提供できるリクエスト、臨時シェルターの設置やラジオ放送の強化などを提示します。この手順を踏むことで、住民は自らの不安を具体的な支援要求へと転換でき、訓練後のアンケートでは実際の災害時に何をすべきかが明確になったという答えが8割以上を占めました。自治体則も、自前にニーズを把握できたことで資源は異分の最適化が可能となり、実際の災害対応時に迅速な支援が実現しました。研究の最前線と今後の課題についても触れておきましょう。名古屋大学の認知神経学研究センターでは、NVC 実践中の脳活動を機能的自供共鳴が情報で測定するプロジェクトが進行中です。初期結果として、観察フェーズでの前頭前皮質活性が顕著であり、感情フェーズでは変と迂の反応が抑制される傾向が確認されています。これらのデータは、NVC が感情調整機構に直接に働きかけ、ストレス耐性を生理的に高めるかの有勢を指示しています。今後は、長期的介入による脳構造変化の追跡や、個人差を考慮したパーソナライズドプロトコルの開発が課題とされています。東京工業大学の情報倫理研究室では、NVC の4段階を自然言語処理技術で支援する対話エージェントの設計を行っています。システムはユーザーの入力をリアルタイムで解析し、適切な感情ラベルやニーズ候補を提示します。しかし、プライバシー保護やバイアス除去の観点から、データ収集とアルゴリズム透明性に関する倫理的フレームワークの構築が不可欠です。現在、国内外の倫理委員会と連携し、ガイドライン策定の試みが始まっています。国際比較研究として、欧州連合加盟国と日本の教育機関が共同で NVC の教材標準化に取り組んでいます。各国の文化的特徴を踏まえた感情の色彩化方法のバリエーションを収集し、共通の評価指標を設けることで、異文化間でも同等の効果測定が可能になることを目指しています。今後は、アフリカ諸国や皆べき地域への展開も視野に入れ、グローバルな共感教育ネットワークの構築を推進していく予定です。以上の追加事例と研究動向は、NVC が単なる対話技法にとどまらず、教育、医療、
行政、科学の各領域で実践的価値を創出していることを示しています。よ皆の様が水らかの環境に合わせて柔軟に応用し、さらなる共感的社会の実現に寄献してくださることを期待しております。